あなたがもしナッシュさんからバナーを作ってほしいと言われたらどうなるのか。制作工程はもちろん、事前準備やその裏側のやり取りまで全て公開していきたいと思います。こんにちは、専門学校講師のいられさんです。皆さん、ナッシュってご存知ですか？ SNS や広告で一度は見かけたことあるんじゃないかなと思うんですが、冷凍宅配弁当のナッシュさんのことです。こんな感じのバナー見たことありませんか？で、こういうバナーってどうやってできているかご存知でしょうか？なんかデザイナーがいい感じに作ってるんでしょうって多分多くの人はそのぐらいの認識だと思います。でもね、そんなに簡単じゃないんですよ。実際企業から仕事を受けようと思ったら、ここはこうしてほしいとか、これは必須ですといったかなり細かい条件や前提条件なんかが提示されます。デザインの知識や操作だけではわからない裏側の部分って存在するんですよね。そういった制作の裏側までを紹介するのが今回の動画です。もしあなたがナッシュからウェブバナーを受注したらどうなるのか、制作の裏側まで全部ひっくるめて紹介したいと思います。もう裏側っていうのは、こんなメールが届いて、こんな要件が届いて、それをどう形にしていくかっていうところですね。もうね、リアルな企業を相手にこんなことするやつなかなかいないかと思うんですけれども、やっちゃいます。なのでこの動画を見ることで、企業の案件で最初に何を確認すべきか、要件をどう解釈すれば修正地獄を避けられるのか、こういった部分がかなり具体的にわかります。もし将来デザインで仕事をしていきたい、案件をちゃんと回せるデザイナーになりたい、そう思っているなら今回の動画は見る価値ありです。ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは楽しくわかりやすくをモットーに、デザイナーやクリエイター、センスを磨きたい人のために情報を発信しています。続けて見ていくうちにスキルアップするはずです。 YouTube よりも本格的に学びたいという方は私の有料講座もおすすめです。高評価とともに概要欄をチェックしてみてください。では早速始めていきたいと思うんですが、最初に前提となるこの企画の趣旨を2つほど説明させてください。まず1つ目、ナッシュさんは通常外部にバナー依頼をしていません。企画の段階でいろいろお話聞いたんですけれども、社内にデザイナーさんがいらっしゃって、その方が作っているそうなので、通常外部にバナー依頼をすることはないっていうことなんですね。今回のはあくまで特別企画ということなのでご理解ください。そして2つ目、メールの中身は少し改変されています。実際にメールの内容をそのまま公開していいかと交渉したんですけれども、さすがにやめましょうということになりましたので、この後紹介するメールの内容はあくまでこんな感じのメールが届きますというふうに改変された内容であるということだけご理解ください。考え方や流れは実務と同じだと思ってもらって大丈夫です。では早速やっていきたいと思います。もしあなたがナッシュさんと仕事をすることが決まったら、最初に届くメールはこんな感じの内容になります。ウェブバナー制作のご相談 QR コード付きということで、ナッシュの広告 PR 担当のナシュモトレイトさんからメールが届きました。もちろん架空の担当者さんです。で、今回は QR コード付きウェブバナーの制作についてご相談できればと思いますということでメールが届いています。で、制作目的は YouTube のタイアップ動画内で使用するバナー、QR コード付きのウェブバナーの制作ということで依頼が来ています。バナーの目的は新規会員の獲得になりますということです。ただ表示されるだけではなく、その先まで見越して制作してほしいということですね。思わずスマホをかざしたくなるようなデザインをお願いできればと思いますということで、ここら辺はちょっと今のところアイディアないんですけれども、ちょっと考えないといけません。で、参考イメージ添付しておりますということで、参考イメージもメールで送られてきました。それがこちらです。YouTube で動画がここに流れていて、その脇にこういう風に表示させたいということですね。こんな感じの L 字のバナーを制作してほしいということでお願いされています。
運用時には購入はこちらの下に QR コードが入る予定ということで、ここに QR コードが入るっていうことですね。なるほどなるほど、分かってきました。でレギュレーションっていうのが聞き慣れない人もいると思うんですけれども、要するに必須でこれだけは守ってくださいというルールみたいなものです。バナーのサイズ 1920×1080、 要は YouTube の横長動画サイズということになります。必須掲載文言が初回限定割引総額5000円オフ、初回6色選択の場合719円、税込み表記386円で、必須掲載要素が QR コードということで、スマートフォンで読み取れるサイズ感での配置ということになっております。ここまで読むと大体の要件が分かってきたって感じですね。スマートフォンで読み取れるサイズ感でっていうことで、具体的な大きさは決まっていないんですけれども、いい感じにっていうことのようです。でその流れで形状やレイアウトに指定はございませんが、 YouTube の動画内で視認性が高くクリックスキャンしたくなるものを希望しますという希望がありますということですね。 L 字のバナーを想定はしてはいるものの、形はこれに限りませんと、好きなようにしてくださいっていうことですね。これで一応依頼の内容が分かったわけなんですが、これでよっしゃやるぞってすぐ制作に入ってしまう人は修正地獄に陥るかもしれません。絶対にまだここで制作に入ってはいけません。今相手先から要望を受けただけなんですけれども、少しまだ不確定な部分があって確認が必要だと思います。例えばですね、必須の文言、この総額5000円オフとか719円とか386円とか QR コードとか、ここが必須の文言なんですけれども、例えばここ調理不要、レンチン5分、洗い物不要、メニュー約100種類、この表記は自分の裁量で勝手に追加していいのかっていうところが不明です。あとこのキラキラとかですね、鉛筆とか、こういった装飾あしらいの部分は自分の裁量でやっていいですかというところの確認が私は必要かなというふうに思います。あとはこちら QR コードを掲載することはもう決まってはいるんですけれども、その URL はどこなのかっていうところがはっきりしていません。スマホでかざしたくなるって言ってはいるものの、じゃあ実際どこに誘導するんですかというところが不明確なので、そこら辺の確認が必要かなというふうに感じました。なんでいきなり制作に入ってはいけないということですね。で次にするのがその確認のメールです。でメールを制作したのがこちらです。先ほど説明した内容がそのまま書かれているって感じです。私流のポイントとしては、はいいいえで答えていただく簡単な回答でも構いませんみたいな、こういった場合相手の担当者さんがすごい忙しそうなので、はいいいえだけで簡単に答えてもらっても構いませんよという気遣いを入れるのが私流です。あとはリンク先となる計測パラメータ付き URL をご教示いただけますかということで、普通の URL じゃなくて計測パラメータ付き URL というものが存在します。これは要するにどういうものかというと、広告主目線でその URL がどれぐらいクリックされたのかっていうのが分かるようになるのが計測パラメータ付き URL ってやつです。広告の成果を集計するのに、こういった手法がよく使われています。なのでナッシュさんの普通の URL ではなく、計測パラメータ付き URL をくださいということを言っています。ということでメールを送ります。でナシュモトさんから返ってきた返信がこちらです。 URL について、 URL は以下の通りになりますということです。私の動画と一緒に練習している方もたくさんいると思いますんで、こちらの URL を使って QR コードの作成もやってみましょう。概要欄のリンクに掲載しておきます。で必須文言以外の要素について、自由にやっても構いませんということですね。念のためですが内容によっては修正が入るかもしれませんということです。景品表示法や薬機法などの影響によりということで、法律で言っていいこと悪いことって決まってたりするんですよ。例えばですね、最上級の表現については客観的な証拠がいるっていうことがあったりします。どういうことかっていうと、
ナッシュの弁当は世界一美味しいみたいな、そういったことを言うと景品表示法に引っかかる。主観で物を言ってはいけないんですよ。絶対うまいから買ってとか、みんなが 100% 美味しいとうなるみたいな、そういった証拠のないことを言ってはいけない、最上級の表現を使って言ってはいけないという法律があるんですね。めんどくさいんですよね。これが客観的な証拠があるものだったらいいんですよ。富士山は日本一高いとか、そういった証拠があるものに関しては日本一位とか言っても大丈夫なんですけれども、なかなかそんなことってないので、少しぼかさないといけないんですよね。基本的には日本最大級とか最大ぐらいですよみたいなそういったぐらいでですね、少しぼかさないといけないんですよね。そういったところに配慮してもらうんだったら、問題ございませんということです。薬機法についてもそういったところがあります。これはね、もう全部話し出すととてつもない深さになってしまうんで、ケースバイケースで調べるのがいいかなと思いますけれども、基本的にはそういった内容が修正事項に含まれるということですね。私としてはその自分のできる範囲が分かったので、かなりやりやすくなったなというような印象があります。で、ここまでで内容は定まったんですけれども、まだ制作に入りません。私流だと商品だったり会社だったりを調べてから制作に入ります。その方がより精度の高いものになるからなんですね。続いてはその商品だったり会社だったりを調べていきたいと思います。で、次にホームページ、これまず簡単に確認できるんで、このぐらいは最低でも確認しましょう。確認する理由としては、その何を売りにしているのかっていうところと、どんな雰囲気なのか、どういった人たちにアピールできるといいのか、いわゆるターゲット層ですね。こういったところをある程度推測できるので、その辺を確認していきたいと思います。で、下の方に行って人気メニュー、こういうの大事です。お客さんに実際人気だっていうのが分かると、制作の方向性とかそういったものが見えてくるかと思います。1位がオニオングリルハンバーグ。普通にオニオンハンバーグ美味しそうですよね。こういった画像を確認してホームページの雰囲気にですね合わせてあげるっていうのが大切かなというふうに思います。美味しそうで、その下の方に行ってナッシュを使うシーンですかね。どんなシーンでナッシュが使われているのかっていうのが出てます。残業帰りの夜、分かりますね。これ飯作りたくないですからね。そういう時でもレンチンで出来上がったらすごい便利だし、手抜きするんだけど健康志向が保てるみたいな、そういったところでしょうかね。あとナッシュさんから別途資料が送られてきてますんで、こちらも確認してみたいと思います。こういった詳しい資料もしあるようだったらぜひもらった方がいいなと思います。糖質塩分に配慮した健康的冷凍弁当のサブスクサービスですと。糖質 30g 以下、塩分 2.5g 以下ということで、私も結構料理作りますけど、美味しいものって味濃いめだったりしますから、普通に料理しててこんなん守れるわけないかなって思います。で、準備が楽である、いいですね。準備が楽なの嬉しいですね。献立を考えるが14分、買い物38分、料理盛り付け51分、後片付け24分、準備にかかる時間は計2時間もかかるんですって。なるほどね。そんな風に考えたことなかったです。スーパー行く時間まで考えたら確かにすごい時間がかかってんのかもしれないですね。で、もしそれがナッシュだったら冷凍で自宅に届いてレンジで5分、分別なしで捨てるだけ。これ紙だけでできてるらしくって、ただ捨てるだけらしいんです。洗い物とかなしみたいな。そういうので準備時間にかかるのが約8分に短縮されますみたいな。便利。2時間かかってたのが8分に短縮されちゃうみたいな。そう思うとすごい時短っていうところめっちゃメリットありますよね。で、あと価格設定、価格訴求は必須事項の一つだったんですけれども、その料金プランやっぱ自分の中で分かってないとうまいこと説明できませんし、この辺はよく見ておかないといけないですよね。要するに、継続して買うほど安くなるっていう仕組みなんですね。最大で1食500円以下で買い物することができるということで、イメージ湧いてきたんですけれども、でもやっぱり知らない商品って作りにくいので、実際に食べてみようかなというふうに思います。ということで初の実食パートです。
で実際にナッシュ食べてみたいと思います。600ワット7分ですね。じゃあ部屋で食べます。わあ美味しそう。すごいいい匂いします。オニオンハンバーグですね。これが豆が入ってほうれん草があってハッシュドポテトかな。早速食べてみたいと思います。でご飯がついてないんでおにぎり用意しました。めっちゃでけえ。じゃあいただきます。でやっぱ今一番気になるのはハンバーグかな。ハンバーグいただきます。冷凍弁当っぽくない。これ全然美味しい。うまい。これ米進むやつですね。米進むなこれ。ハンバーグ結構しっかりしてて美味しい。カリフラワー。レンチンだから茹で加減とは言わないかもしれないけど、いい火加減。全然美味しい。これはまあ普通。ほうれん草。悪くない。冷凍ってなんかぐちゃっとしちゃうイメージあったりするんだけど、全然なんかぐちゃっとしてなくて美味しいです。あと豆。豆うまい。コーンもうまい。ご飯進む。ちょっと甘めのタレでザ・ハンバーグって感じの。手軽でいいな。これいいですね。これおすすめ本当に。おにぎりが崩壊していく。週2、3はいけるかもしれないこれ。おにぎり終わった。豆美味しい。豆とコーン美味しいな。多分ねこのハンバーグ頼んどけば間違いないです。米がはかどるのでボリュームは満足いくレベル。ごちそうさまでした。でこの容器をあとは捨てるだけっていうことなんでめっちゃ簡単で、これがたくさん食べれば1食500円以下ってことなんですが、この動画の特別クーポンとして最大5000円オフのクーポンを実際に用意してもらいました。初回購入時2000円、2回目から4回目の購入時は1000円オフになるクーポンです。要するにこの動画から購入すると1食386円になります。お得だと思いますので概要欄のリンクからチェックしてみてください。はい、それでは始めていきたいと思います。普通であればここでラフを作成していく形になると思うんですが、参考画像もありましたし、そこまでしっかりしたラフがなくてもいいかなというふうに思ってます。こちらがその画像ですね。この感じが基本的にラフの代わりになるというか、こういった感じで出来上がっていくかなっていうイメージがあるので、それでやっていきたいと思います。でこの L 字の形、特にこだわりがないということだったんで、どんな大きさにしていこうかなっていうのを詰めていこうと思うんですけれども、これは一回よそに避けておきまして、 L 字の形はどんな大きさがいいかなと思っていろいろ考えてみたんですけれども、ここにいろんな映像が映るわけなんですが、バナーが大きければ大きいほど訴求力は上がるんですけれど、その映像がどんどんちっちゃくなって乗っ取られちゃう感じがあって、やはり大きくは見せたいなっていうところと、3タイプのサイズ感を考えたんですけれども、このサイズ感がいいかなと思いました。これが高さが210ピクセル。高さが210もあったら大抵のことは表現できるかなっていう、そういった感覚があって、切りも良かったんで210にしました。でこっちの幅はですね、もう映像のアスペクト比、この映像の大きさがすでに決まってますんで、差し引きちょっと端数になりますけど 373.33 ピクセルということで、こんな大きさでやっていきたいと思います。で次に検討するのがこちらですね。QR コード、こちらを作った時点ではサイズが決まってなかったんですけれども、今決まったのでどんな大きさがいいかなと思っていますと、これですね。圧倒的にこれスマホをかざしてもらいたいっていう思いがあるんで
大きい方がいいかなと思ってこちらにしていきたいと思います。で、私の考えとしてはここに QR コードを持ってきて二軸が存在するような作りにしたいなというアイデアが今のところあります。でここで金額の訴求をして、こっちでは感覚的な簡単美味しいみたいな先ほど検討した内容をシンプルにまとめていきたいなというふうに思っています。でこっちからこう見ていくと、簡単美味しそうすぐ購入できるで QR コードっていう話の流れになりますし、こっちから見ていくと金額訴求でもともとこんな値段だったのがこんな安くなって初回限定5000円オフです QR コードっていう二軸が存在するような作りにしたいなとっていう感じでやっていきたいと思います。で次何やるかって言ったら文章を用意します。こちらですね、レギュレーションにあった内容を事前に入力したものなんですけれども、6色選択の場合719円で386円税込み、あとナッシュっていう、企業の名前が1つ入りまして、あと5000円オフとかって、ここの感覚的な部分に関してはちょっとまだここに関しては言葉決まってないです。ただイメージとしてはこんな感じで話が進んでいって、で QR コードみたいな、そういった流れで作っていきたいなというふうに思ってます。ナッシュさんの名前はこの辺に入って、でこっちちょっと文章数字ばっかりになりそうなので、何かしらここら辺とか間にですね画像など差し込んだりして楽しそうな演出をしていきたいなというふうに思ってます。今のところそんな感じでしょうかね。では少し大きさを整えていきたいと思います。大抵の場合こういう単位はですね別になってた方が、別になってちょっと小さくなった方が分かりやすいかなと。6色選択の場合はっていうのは結構注意書きというか説明っぽい文章ではあるんで、少し小さめでもいいかなという気持ちで作っています。これも金額と税込み表記、これを分けますと、開業とかでやってもいいんでしょうけれども、こっちの方が自由度が高いんで、私一回こっちでこの全部バラバラの状態でやっていきたいと思います。719円よりも380円の方が訴求力が高いというか、強調して安いねって思ってもらえるような金額なので、この辺を少し大きくしたいなというイメージですね。で初回限定割引総額5000円オフ、とりあえず5000円の部分を整えてカンマをつけて円も1回分離させますと、で総額も分離させますと、で初回限定と割引も分離させます。5000円オフ、こんな感じかな。で初回限定はこう訴求力があるというか行動を促す効果があるんですけれども、割引総額っていうのはちょっと説明っぽいところかなと思っています。なんで初回限定は大きくしたいなと思うんですが、割引総額はそんなに大きくなくてもいいかなと思います。なんて言うんでしょう、割引っていう言葉がなくても通じるレベルですし、総額っていう説明はサイトを見ないと本当の意味って分かんないと思うんで、こんな感じかな。ちょっとこんな感じで添えてあるだけでも全然いいのかななんて思います。でここに画像とか入れたりしていこうかなというふうに思ってます。でこれが背面に入る部分ですね。縦軸と横軸で一回分けておきたいと思います。これ分けておくと中央揃えが簡単なので一旦分けておいて後でくっつけるような形になりますかね。でナッシュさんから送られてきた画像をちょっとチェックしていきたいと思います。でその中でイメージに近いなと思った画像がこちらです。美味しそうな料理の画像と、で背景が切り抜かれている段ボールに詰まったナッシュのお弁当と、ナッシュのロゴ使うかはちょっとまだ定かではないんですが素材を持ってきました。でさっきから言ってる通りこの辺に
こんな感じで画像が入ると文字ばかりじゃなくて、その似姿というか、製品の形がわかるので、これでいこうかなというふうに思います。ちょうどいいのがあって助かりました。で、あとはこの辺はちょっとまだイメージ湧いてないんですけれども、多分こんな感じかな。こんな感じで忙しい時も簡単で美味しそう即購入みたいな感覚に訴えかけるこの縦軸にちょうどいいかなと、こちらの画像を持ってきてみました。で、とりあえず背景に色つけてみましょうかね。背面に色をつけてみたいと思います。この背面はもう動かすこともなさそうなので、レイヤーにして色をこちらのナッシュカラーにしますと。まだちょっとこれで決定ではないんですが、ナッシュカラーでいってみたいと思います。で、私がよく使う矢印も持ってきて、これが719円がなんと386円なんですよみたいな、そういった形でですねいきたいと思います。あとは初回限定割引総額、これは一つのグループなのでグループですよみたいな、こういう囲ってあげようかなと。こんな感じかな。ちょっともう少し文字の大きさを小さくして、こんな感じですね。で5000円は一番見てもらいたい部分なので、できる限り大きくしていきたいなと。この時点でもうだいぶイメージ湧いてきた感じはあります。いいですね。あとはこちらのフライかな。フライはクリッピングマスクで、オブジェクトクリッピングマスク作成でクリッピングマスクしますと。こんな感じで美味しそうってなって、購入はこちら。こんな感じですね。ここに忙しくても簡単みたいな、簡単調理みたいな言葉がここに来て、ナッシュさんこの色でいくならさっきのロゴ使うんですけど、なんかイメージ湧きにくいのかもしれない。ちょっと検討の余地ありって感じですね。ただこれはもうこんな感じで、ちょっと色変えてみましょうかね。ちょっと色変えてみたいと思います。はい、それでは色変えてみました。どうでしょう。これがナッシュさんのカラー生かした場合なんですけれども、でこれが冷凍のイメージですね。そもそもこの色合いも可愛い感じかなと思って、こんなんでもいいかなというふうに思いました。あとはナッシュさんの段ボールのイメージ、もうちょっとなんか色合いが欲しいような気はしますけれども、これも素朴さとかヘルシーさとか、そういったところが見た目から感じ取れるかなと思って、こんな色も選んでみました。なんかここの黒がね結構目を引く感じになってるんで、訴求はどちらでもいけそうかなっていう判断です。一旦こっちでしょうかね。一旦こっちで進めていきたいと思います。では少し整理していきたいと思います。はい。で、こんな感じで整理されました。QR コード背面に図形を置いたのと、ナッシュさんのところ少しこちらにもあしらいを加えました。キャッチコピーを少し変えた形ですね。忙しい日はレンチンするだけみたいな、かなり形にはなってきたんですが、フォントがまだデフォルトのフォントオズカゴシックだったりするんで、その辺ちょっと修正していきたいと思います。ゴシックで今やっていて悪くないなという印象なので、超ド定番の弦の角ゴシック、こちら行ってみようかな。数字はやらないけれども、この辺がいいんじゃないかなと思います。この方向性でもう一回ちょっと整理していきたいと思います。はい、じゃあフォントの変更が終わりました。フォントが結局ですね、こちらのフォントちょっと読み方わかんない、こんな感じになりました。割引総額、ここちょっと端揃えたいですね。あとちょっと手軽で美味しいみたいな一言添えた方がいいかななんて思って仮で入れてあります。でも最初思ってた通り、忙しい、レンチン、手軽で美味しい、購入ここっていう即決タイプの人にもう刺さったらいいかなっていうので、縦方向こんな感じでまとめてみたのと、しっかりとした説明、ある程度なんかプレゼンみたいな感じで
価格訴求してってこんな感じっていうなってきたんじゃないかなというふうに思います。であともうちょっと仕上げていきたいと思います。5000円オフ、ここポイントなんで、少しですねシェアツールとかで角度つけてもなんか勢いが出て良いのかなっていう、そんな感じがしました。あと最初から思ってはいたところなんですけれども、ナッシュさんってやっぱり緑色じゃないですか。段ボールでこの色ですっていうのは分かるんだけれども、やっぱり緑色ないのはちょっとブランディング的にもどうかなと思いますので、ちょっと簡単に緑色の部分だけ作ってみたらどうかなと、少しだけ緑色入れたらどうかなと思いました。例えばこんな感じ。やっぱなんか色入った方がそれらしくていいですよね。ナッシュさんの色合いだし、ナッシュさんの色合いで段ボールの色合いでっていう、その流れがこの辺にあっていいですね。この辺にも欲しいので、もういっそこっからここまでズバーッとナイフツールで、こっからここまでいっそナイフツールでオルトオプションをしながらズバーッといって、ここがさっきのナッシュカラーみたいな。いいですね。なんか色合い入った方がやっぱりしっくりくる感じあります。で出来上がったのがこちらです。ということで L 字のバナー完成しました。こんな感じでいかがでしょうか。美味しそうに割とナッシュさんらしく出来上がったんじゃないかなというふうに思います。初回限定の5000円オフクーポンも右下の QR コードから読み取ることができますので、よかったら試してみてください。お弁当美味しかったです。でデザインとかやろうとするといきなり作業に入らずにですね、結構入念な下調べをするのが私流です。その分修正とか比較的少ない方なんで、最初に時間はかかるけれども後から楽できるタイプの人間です。こんな仕事の進め方、良ければ参考にしてみてください。ということで今回の動画は以上となります。この動画が役に立った、参考になったと思う方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。イラストレーターの基礎をしっかり学べる私の本気の有料講座も大変好評をいただいています。また私のいられの本も発売中です。どちらも YouTube では扱っていない内容も多数含んでいますので、興味のある方は概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。私は YouTube の他に X、ブログ、TikTok もやっています。ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。ここまでご視聴いただきありがとうございました。関連動画や次の動画でお会いいたしましょう。ではまた。